机に助けて。ドラクエ発表したら株価暴落しちゃった。フェラーリ。うちは EV 発表したら5700億円飛んだわ。株価暴落を税理士が解説。ドラクエ作り直し&フェラーリ初 EV。投資家はなぜ逃げたのか。ネットの声と60年越しの因縁。皆さんこんにちは。税理士の秋です。今日はここ数日でゲームと自動車の世界で立て続けに起きた2つの株価暴落を解説します。スクウェア・エニックスが40周年の記念日にドラクエ作り直しますと発表して株価が急落。フェラーリが初の電気自動車ルーチェを発表してこちらも株価が急落。今日の動画ちょっとだけ他のニュース解説と違います。数字や財務の話だけじゃなくネット上で実際に何万人もの人が書いたリアルな声も紹介します。プロの投資家や評論家より実はこっちの方が本質をついていたりするんですよ。そして最後にフェラーリとマツダをつなぐ60年越しの因縁の話もします。これ車好きにはたまらない話なので楽しみにしていてください。では早速いきましょう。第1章スクウェア・エニックス編。40周年の日に作り直しを告白。165億円が消えた朝。2026年5月27日、ドラゴンクエストシリーズ誕生からちょうど40周年の記念日でした。ファンの間ではドラクエの日として知られ、毎年この日に新情報が発表されます。投資家もファンも最新作ドラクエの発売日発表を強く期待していました。40周年という大きな節目ですからね。ところが午後10時からの配信で発表されたのは全く想定外の内容でした。エグゼクティブプロデューサーの斉藤さんがこう語ったんです。ドラクエは現在も開発を進めています。しかし開発体制を変更してリニューアルしましたと。タイトル名も選ばれし運命の炎から夢の彼方へに変更。発売時期は明らかにされませんでした。翌28日、スクエニの株価は一時前日比 7% 超の急落。終値でも 5% 以上下がり150円近く値を下げました。時価総額に換算すると約165億円が1日で消えた計算になります。165億円。ドラクエ9、ドラクエ10、ドラクエ11で開発費が150億円から170億円と言われています。それが1日で消えた。さてここでネットの声を聞いてみましょう。これが面白いんですよ。あるコメントでこう書いた人がいます。発表じゃなくて謝罪会見みたいな雰囲気だった。返信がついていて訂正発表謝罪会見蕎麦屋の出前。これ笑えますね。でも笑えない。蕎麦屋の出前というのは今から作ります、いつできるか分かりませんという意味です。日本語で最も投資家を不安にさせる状況を見事に一言で表現しています。他にも全部ムービーでゲームが1ミリもできていないのを CG アニメでごまかした。これって要は悪質な詐欺じゃないか。まさか12のゲームが完成したと思ったら今から作り直してますとか売り一択だわ。ゲームじゃなくて謝罪会見。 G の寿命と制作スピードの競争。時間が経てば資金回収が困難になる。これで株をどう買えというんだ。これみんな税理士や投資家じゃないですよね。でも言っていることは財務的に完全に正しいんです。民間の直感というかお金の感覚が正直に出ているコメントだと思います。税理士として整理すると3つの問題がありました。1つ目は埋没コストの表面化です。5年間の開発費が実質ゼロに近い価値になってしまった可能性がある。スクエニは2024年3月期にも別のプロジェクト中止で約221億円の特別損失を計上しています。またかという記憶が投資家の売りを加速させました。2つ目は回収見通しの完全な消失です。発売日未定は投資家後でキャッシュフローの見通しなしと同義です。開発費は出続けるのにいつ売上になるかわからない。これが最も株価を下げる状況です。3つ目はタイミングの致命的なまずさです。40周年という最も期待が高まったその日に最も聞きたくない発表をした。あるネット民が40周年の発表で作り直しとは思わなかった。図こうとする準備はできていたがまさかここまでとはと書いていました。まさにその通りです。第2章フェラーリ編。元会長が羽馬を外せと言った日、約5700億円が消えた。続いてフェラーリです。2026年5月25日、フェラーリがローマで初めての完全電気自動車を発表しました。名前はルーチェ。イタリア語で光という意味です。4ドア5人乗り、合計出力約1050馬力、0から100キロ加速 2.5 秒、最高速度310キロ、バッテリー 122kWh。
航続距離最大530キロ、価格は55万ユーロ、日本円で約1億円。スペックだけ見ればすごい車ですよね。なのに翌日26日、ミラノ証券取引所でフェラーリの株価は一時 8% 近く急落。フェラーリの時価総額は約600億ユーロ、円換算で約9兆6000億円。6% の下落で計算すると、約5700億円規模の時価総額が1日で失われた計算になります。スクエニの165億円とフェラーリの約5700億円。規模は全然違いますが、期待を裏切った時、市場は容赦なく売るという構造は全く同じです。ネット民の声を聞いてみましょう。フェラーリについてはコメントの熱量が凄まじい。これで売れると信じたのはどんなマーケット調査によるものか。素人でもこれはフェラーリで売る車ではない。黒歴史になると感じる。街中でこの車に羽場エンブレムがついているのを見たら、中華のバチモンと思う。フェラーリにテスラや BYD の役割など誰も望んでいない。最後の最後まで V12 や V8 ツインターボの車だけ作り続けてほしいメーカーなのに、ルーチェはマツダに限るというコメントまでついていました。このコメント、後でもう一度出てきます。そしてあるコメントでこんな鋭い指摘があります。電気モーターから連想してデジタルガジェットの権威に頼んだこと。それは挑戦より無難な選択に逃げた臆病さの表れだったのかもしれない。これ、本質をついていると思います。元アップルのジョニー・アイブ氏を起用したのは、EV といえばスティーブ・ジョブズ的な美学という発想からだったと思われます。でも、フェラーリファンが欲しいのはシリコンバレーの美学ではなかった。ここで今回のハイライトを一つ。フェラーリの元会長、ルカ・ディモンテゼーモロ氏。2014年まで長年フェラーリを率いてきた、生きるレジェンドです。その元会長が記者にこう言ったんです。我々は神話を破壊しようとしている。本当に残念だ。せめて、あの車から羽馬のエンブレムだけは外してほしい。現役ではなく、会社を育てた OB トップがここまで言ったのは衝撃でした。フェラーリにとってのシンボルである羽馬を外せと言ったわけです。かつてエンツォ・フェラーリは、12気筒エンジン以外の車には羽馬のエンブレムをつけず、息子ディーノの名前を冠したディーノブランドとして販売していました。それほどフェラーリにとって、エンブレムは何を作るかという哲学の象徴なんです。イタリアの副首相も SNS でエンツォ・フェラーリが見たら何と言うかと批判。あるコメントにこんな声もありました。ディーノの時の歴史を踏まえれば、フェラーリの EV はサブブランドで出すべきだったと。税理士として問題を整理すると、フェラーリの本質的な問題はブランドプレミアムのリスクです。フェラーリの異常なほど高い収益率は、意図的に台数を絞り、フェラーリだから欲しいという希少性と欲求で成り立っています。EV に踏み込むことで、その仕組みが崩れるかもしれないという不安が、投資家に株を売らせた。ただ一点補足すると、フェラーリは2030年計画で EV 比率を全体の 20% に設定し、残り 80% はハイブリッドと内燃機関を維持すると言っています。ルーチが失敗しても、フェラーリ全体が終わるわけではない。今回の株価下落は絶望ではなく失望です。でも、ブランドへの傷は株価より深いかもしれない。これが投資家の懸念でした。第3章60年越しの因縁。マツダルーチェとジュージアーロ、フェラーリとピニンファリーナ。さて、冒頭でお話しした因縁の話をしましょう。フェラーリの新型 EV ルーチェ。ネットのコメントで、こんな一言がありました。ルーチェはマツダに限る。これ、単なる冗談ではないんです。1966年に発売された初代マツダルーチェ。実はこれもルーチェ。イタリア語で光という意味を持つ名前の車でした。マツダが当時のイタリアの名門カロッツェリアベルトーネにデザインを発注して生まれた車です。流麗なスタイルは当時の日本車の水準を超え、特にヨーロッパ輸出先で美しいと高く評価された。そのデザインを手掛けたのが若き天才デザイナー、ジョルジェット・ジュージアーロです。ゴルフ1、デロリアン、フィアットパンダ20世紀を代表する名車を生み出したカーデザイン界の巨人ですね。初代マツダルーチェはジュージアーロが手掛けた初めての日本車でもありました。さてここでフェラーリとの関係が登場します。フェラーリのデザインを長年手掛けてきたのはピニンファリーナというカロッツェリアです。テスタロッサ、F40、エンツォ・フェラーリの美を作り続けてきた工房、そしてピニンファリーナの最大のライバルが他でもないベルトーネなんです。まとめるとこういうことになります。2026年のフェラーリ初 EV ルーチェは元アップルのジョニー・アイブが手掛けた。フェラーリのライバル工房ベルトーネに所属していたジュージアーロが60年前にルーチェという名の日本車を作っていた。そして今のフェラーリのルーチェは
元会長から羽馬を外せと言われている。ちなみに実際のネットコメントにこの指摘が投稿されていて、共感を呼んでいました。くしくも1966年発売の初代のマツダルーチェの美しいデザインは、ピニンファリーナの最大のライバルであったカロッツェリアであるベルトーネのジョルジェット十字アーロなんよね。因果だな。まさに因果という言葉がぴったりです。60年前にルーチェという名の美しい車を作ったのはフェラーリのライバル陣営の人間で、今ルーチェという名の車で自分たちのブランドを揺るがしているのはフェラーリ自身。歴史は面白い巡り合わせをするものですね。第4章2つに共通する構造と、投資家経営者へのメッセージ。スクウェア・エニックスとフェラーリ、業種も国も規模も全然違います。でも株価が暴落した理由には共通した構造があります。ブランドの根幹を揺るがす決断が市場の期待とずれた。これにつきます。スクエニのドラクエは40年積み上げてきた日本人の思い出の総体です。それを5年かけて作り、また一から作り直す。正しいかどうかとは別に市場の期待を大きく裏切りました。あるコメント、刺さりました。ドラクエのメイン購買層は40歳以上と公式自身が認めている。作り直している間にも年を取り、ゲームを離れていくと、これ税理士的には顧客の高齢化による市場縮小リスクという話です。時間をかければかけるほど回収できる顧客が減っていく。フェラーリのルーチェについてはあるコメントに集約されていると思います。これを発表したことでフェラーリは自らブランド価値を大きく傷つけた。今後何年にもわたって売り上げを低下させる傷になるかもしれないと。株価は1日の出来事です。でもブランドへの傷は何年も続く。投資家はその長期的な影響を発表の瞬間に根付けしているわけです。投資家の固い一言。今回の2つの事例から学べることは、節目の日ほど期待値が最高潮になる。その反動も大きいということです。40周年初発表、歴史的な瞬間。こういう言葉が踊るときほど実際の発表内容を冷静に見る必要があります。期待が大きいほど失望も大きい。これが株式市場の鉄則です。経営者の方へも一元。今回の2社に共通して言えることは、悪いニュースの出し方を間違えたということです。悪い情報を出す時の3原則。1つ目、タイミングを選ぶ。お祝いの日や期待が最高潮の日は避ける。2つ目、見通しをセットにする。いつまでにどうなるかが提示できないと市場は最悪を想定する。3つ目、ステークホルダーを事前に巻き込む。フェラーリの場合、元会長が公の場で羽馬を外せと言ったのは根回しが足りなかった証拠とも言えます。まとめ、いかがでしたでしょうか。今日は2つの株価暴落を時価総額の数字とネットの生の声、そして60年越しの因縁という3つの切り口でお伝えしました。今日のまとめを3点で。1つ目、スクエニは165億円、フェラーリは約5700億円。失われた時価総額はブランドへの信頼の数字です。2つ目、株価は期待値の変化で動く。節目の日ほど期待が膨らみ、失望も大きくなる。3つ目、60年前にフェラーリのライバル陣営のデザイナーがルーチェという名の美しい日本車を作っていた。歴史とは面白いものです。このチャンネルではこういう話題のニュース×お金の仕組みを税理士目線で分かりやすく解説していきます。チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。